どうも、電動工具メーカーのミルウォーキーさんからものすごい支援物資が届きました。それがこちら M18 フューエル 356mm トップハンドルチェーンソーです。いやー、これちょっと早速中開けてみましょう。よっ、オープン。いでよ。はっ、ででーん。いや、来た、これ来ました。中身はですね、この本体、これと説明書、保証書でもって、ありがたいことにこのバッテリー、お試しのバッテリー、これもついてきました。それとチェーンソーオイル、これが箱の中身全部でした。これがですね、アメリカでは結構前に発売開始されてたようなんですけど、ついに日本でも発売開始になったっていうことで、今回送っていただきました。このチャンネルではおなじみのこのミルウォーキーレッド、この特徴的な赤いカラー、かっこいいですね。チェーンソー自体もスタイリッシュで、それでいてシンプルで使いやすそうです。ブラシレスモーター搭載、これチェーンソーカバーですね。オレゴン製のチェーンが装着されてます。間違いないブランドですね。このブレード幅が 356mm のチェーンソーです。で、このトップハンドルチェーンソーが何かと言いますと、ちょっとそれを説明するために、1個チェーンソーを紹介したいと思います。はい、これがですね、このチャンネルご覧の方はかなり見たことあるチェーンソーだと思うんですけど、これ同じくミルウォーキーの M18 フューエルリアハンドルチェーンソーになります。はい、ちょっとこれ並べるとかなり分かりやすいと思うんですけど、こっちがリアハンドルチェーンソー、こっちがトップハンドルチェーンソーです。このチェーンソーがですね、自分めちゃくちゃ気に入ってまして、いろいろ木切る作業あるんですけど、それのメインで使ってるチェーンソーです。他にもいろんなメーカーのチェーンソー、電動チェーンソー持ってるんですけど、今のところこれがメイン機です。ちなみにこれは自腹で購入したものになります。で、このタイプがですね、このチェーンソー本体のリア部分、この後ろ部分にハンドルがあるので、リアハンドルチェーンソーと呼ばれている、タイプのものですね。で、もうお分かりかと思いますが、今回送ってもらったやつはこのトップハンドル、この上の部分ですね。このチェーンソー本体の上の部分にこうハンドルがあって、こう握って操作できるようになってる、そういったモデルのチェーンソーです。はい。こう比べると分かるんですけど、このリアハンドルのものよりかなりコンパクトですよね。取り回しがいいんですよ。このリアハンドルタイプはですね、こう後ろにハンドルがあるんで、どっしり構えて、こう太い木を切ったりする時にすごい便利なんですけど、こっちはですね、こう上からこう握り込んで、ここにもハンドルありますね。こういった具合に枝払いとかそういったこっちと比べるとさらに細かい作業にこう向いている、そういったチェーンソーです。はい、このミルウォーキーのチェーンソーはですね、高負荷にめちゃくちゃ強いんですよ。なので、ちょっとこっちの動画にもあるんですけど、他のメーカーのものと比べた場合でもですね、木を切ってる時、特に太い木を切ってる時にですね、高負荷をかけても全然この回転が止まらないっていうところでめちゃくちゃ使いやすいんですよね。それのこのトップハンドルチェーンソーのものが出たっていうことで、めちゃくちゃこれ今回ちょっと使うのが楽しみです。このリアハンドル式のものよりこのチェーン幅については、狭くなってます。なので、取り回しが良くなってると思います。それ以外のこういったチェーンオイルをこう入れる部分とか、このセーフティーバー部分はですね、こっちと共通なので迷うことなく使えそうです。こっちにあった安全ボタンはトリガーとは別のこの部分、これに取って変わってるっていう感じですね。こう握り込んでこうトリガーを握れるようになってます。ハンドル部分はリア式と同じような滑り止め加工がされてて、すごい握りやすくなってますね。金属のスパイクもついてるので、木に食い込ませてグイグイ切断していくのもやりやすそうですね。チェーンカバーのボルトは1個で止められてて、リア式のものよりもメンテナンスしやすくなってますね。この重さに関してもこっちよりもかなり軽いです。ちょっと測ってみますか。このリア式のものは 4890g に対して、このトップハンドルのもの、これは 3912g ですね。こっちよりも軽くなってると。でですね、個人的にちょっと気になるのがこれ、これもですね、めちゃくちゃ気に入って使ってるミルウォーキーの
M18 フュエル小型チェーンソーです。もう片手で扱えるやつなんですけど、これもですねものすごい、切れ味を誇る小型チェーンソーなんですけれど、このリアハンドルとこの小型のチェーンソー、これの間に当たる、そういったカテゴリーのチェーンソーになるんではないかなと思ってます。ちなみにこれはですね 2275g です。はい、これよりも重いんだけど、この刃渡りが全然違うんですよね。なのでこれとこれの間の使い勝手の良さに当たるチェーンソーなんではないかなっていうふうにちょっと期待しています。じゃあちょっとこれ早速使ってみましょう。まずはこのチェーンソーオイル、これを充填します。これがこうやってちっちゃいボトルに入ってまして 76ml ですね。1回分に相当する、チェーンオイルなんですかね。で、充填はここです。ここに行うんですが、このキャップをこうただ開けるとここにこう入れられるようになってますね。この辺りはですねリアハンドルチェーンソーのこのチェーンオイル入れるところも同じような感じになってるんですけど、あっちよりも入れやすくなってます。であとはこう閉めると、はい、めちゃくちゃ楽ですね。こっちはですねこのハンドルとちょっと干渉するので入れづらかったんですけど、ここはこのハンドルが干渉しないので非常に入れやすいです。今回この付属してきたバッテリーせっかくなんでこれつけてみたいと思います。今回この付属してきたのは 5A です。 18V 5A のバッテリーですね。これ取り付けてちょっと作動させてみますか。バッテリーはここに装着します。後ろのところですね、ここにカチャッと、これでこの安全バーをこっちに引いてここを握ると、おお、いやこれ音はですねこのリアハンドルのやつと結構似てますね。こっちもですねこの後ろの部分ここにセットしてこうですね。こっちの方が静かなのかな。どちらも振動は少ないので使ってても疲れにくいんですよ。ではですねこれ使って早速いろんなものを切ってみたいと思います。最終的にはですねわさび田にちょっと切り倒さないといけない木があるので、それもこれで切ってみたいと思います。はい、ということでこれ以前チェーンソーおじさんの丸さんと山に木を切りに行った時に、もらってきた木がそのまま残ってたんで、ちょっとこれ試しに切ってみたいと思います。バッテリーはさっきの、付属してきた 5A のやつですね、あれをそのまま使って切ってみます。では行ってみましょう。ここ行ってみます。スタート。はい、ってな感じで、こんなに太い、結構太いんですよこれ、こんな木も切れちゃいます。いやすごいですねやっぱり。でもってですね、このミルウォーキーのこのバッテリー、今使ったものはこのレッドリチウム M18 の 5A っていうものなんですけど、これちょっと前の動画で紹介したこのハイアウトプットモデルっていうバッテリーがあります。このハイアウトプットモデルがですね、このノーマル、このレッドリチウムはまあノーマルのバッテリーなんですけど、それよりもさらにハイアウトプット、高出力のパワーが出せるっていう、確か 40% ぐらいパワーが出せるバッテリーなのかな。こういったなんかすごいバッテリーがあるんですよ。さらにですね、最近新型の、さらに新型のレッドリチウム4次バッテリーっていうものが出まして、このハイアウトプットよりもさらに新しいバッテリーなんですけど、このハイアウトプットの 12A っていう恐ろしい容量のバッテリーがあるんですけど、これと同じパワーかつ容量の 6A バッテリーっていうものが出たんですよ。これすごいですよね。要はこのノーマルのバッテリーよりも高出力高容量で、このハイアウトプット 12A と同じ容量を誇るこの4次バッテリー、これを使ってちょっと切ってみます。これの何がいいかと言いますと、この 12A、これをここにガチャッと入れると、もうパンパンなんですよね。でちょっと重いんですよこのバッテリー。
その分容量があるっていう、いうところがメリットではあるんですが、ちょっと重いと。ただこの4時バッテリーはですね、このノーマルの5アンペアと、さほど変わらない大きさ、重さで、このでっかいのと同じような使い方ができるっていうところで、めちゃくちゃ軽いんですよね。ではちょっとこれでもう一度切ってみます。いきます。はい。っていうことで、最初に切った時よりもはるかに、スピーディーに切れるんですよ。ちょっと比較してみます。こんな感じですね。明らかに速いんですよね、これ。さっき紹介したリアハンドル式のものよりはちょっと負荷に弱いかなっていうところではあるんですけど、それにしてもその他のなんかその辺の電動のチェーンソーよりははるかに負荷に強いイメージがありますね。もう一回切ってみます。このスパイクがやっぱすごいですね。こうグイグイ切っていけます。はい、スパイク使わないでも切っていけるぐらいなんですけどね。こうやることで最後すごい切りやすかったりもします。こんなのも切れるぐらいなんで、枝打ちはもうサクサクでしょうね、これ。はい、ということで、わさび田のこの丘に今来てるんですけど、ここにですね、ちょっとハンディチェーンソーで切るには、ちょっと太いかなっていう感じのこう木が生えてまして、これがですね、夏場になるとこの上につる草系の雑草がブワーって生い茂って大変なことになるんですよ。なので冬の間に切っちゃいたいなと思ってたやつですね、これが。これを、これでちょっと切ってみたいと思います。バッテリーはさっきの4時あれの6アンペアをつけてます。めちゃめちゃやっぱやりやすいですね。トップハンドルって何がいいってこういう風に持てるんですよね。これは素晴らしいです。楽勝。
じでですね、細かい木とか枝を切ったりするにはめちゃくちゃいいですね。リアハンドル式のやつよりも軽いんで、上の方にあるものをこう切ったりするときにすごいやりやすいです。枝打ちにも最適だし、こういった切り倒した後のやつですね、これを玉切りするっていうのにもいいかもしれないです。やろうと思えば片手でも使えます。枝打ちもですね、一瞬で終わっちゃいます。玉切りにも本当いいですね。いや、素晴らしい。こんな感じで、このエリアですね、一瞬で綺麗になりました。ここもかなり綺麗になったので、去年みたいにここにあった木の上につる草がバーッと生い茂ってえらいことになるっていうことはこれでないと思うんで、夏場の草刈りメンテナンスとかもかなりやりやすくなりました。はい、ということで基地に戻ってきました。さっき作業した分だとですね、バッテリーの残りはこんな感じです。4分の3ですね。このフォージバッテリー6アンペア4分の3、やっぱ容量、すごいですね。あんなに切ったのに、まだ全然、残りあるんで、まだ作業することができます。でさっきちょっと紹介しなかったんですけど、この本体の裏側にはですね、こういった備え付けのツール、これが入ってまして、ここですね、例えばブレード交換したりだとか、木くず、ああいったものが挟まっちゃった時にここをこう開けて、簡単にメンテナンスすることができるようになってます。こんな感じになってますね、このギア周りは。で、ちょっと試しにやってみると、こんな感じで簡単にブレード、このチェーンブレード変えられるんですよね。この部分はですね、こんな感じになってます。はい、先端はこういうタイプのやつですね。はい、このチェーンの交換もですね、かなり簡単にこうできるようになってますね。で、こう終わったらここにこう簡単に収納できるようになっていると、これは素晴らしい。はい、こんな感じですね。いや、それにしてもかなりパワーあるし、さっきみたいなこれぐらいの木ですね、これぐらいの木だったら余裕で切れちゃいます。なのでもちろん枝打ちもしやすいですね。このリアハンドルチェーンソーと、この片手用の小型チェーンソー、これの間ぐらいの機種っていう感じですね。今回紹介したこれはどれもこの 18V のこのバッテリーで、こう作動するので、もちろんこれもこれもこのバッテリーを使えちゃいます。で今回はこのフォージを主に使ったんですけど、さっき付属してきたノーマルのこのレッドリチウム M18 シリーズ、これも入ります。はい、個人的にはこのフォージかこのハイアウトプットモデル、これはですね、さっきのノーマルのものよりも 40% パワーがアップするので、特にこのフォージはですね、軽くてパワーもあって容量もあるっていう最強のバッテリーです。なので個人的にはこれがおすすめです。はい、で今回これ使ってみて良かったポイントと、ここがなと思ったポイントをそれぞれ挙げて終わりにしたいと思います。まず良かった点は、パワーがすごいっていうところです。本当にこれに負けないぐらいのパワーがあるので、こんなものも切れちゃいます。であとはコンパクトっていうのも良かったですね。これよりはちょっと大きいんですけど、まさしくこれとこれの中間といったところで、トップハンドルなので枝打ちもしやすいっていう感じですね。であとはこのやっぱスパイクめちゃくちゃいいですね。この金属のしっかりしたスパイクがついてるんで、ぐいぐい切断して、これよりもさらに一回り大きいぐらいの、今回のこの 356mm だったかな、それぐらいの太さの丸太とかも余裕で切断できちゃいます。
このオイルも入れやすいし、こういったメンテナンス、ここもボルト2個じゃなくてここボルト1個なので、こっちよりもメンテナンスしやすい、非常に使いやすい、チェーンソーだなって思いました。作りもですね本当にシンプルなので、こういったガソリン式のようなエンジンスタートさせる手間もないし、アイドリングのブルブル揺れたりっていうのも全くないので、すぐにこう始動させることができるので、パッと出してパッと使えるっていうのも非常にいいです。この辺りもですねかなり握りやすくて、使ってても滑りづらいし、使い勝手のいいハンドルが装備されています。この辺りのセーフティーボタンもですねかなり使いやすいですね。こんな感じで安全性にかなり配慮もされてるし、なおかつこう使い勝手もいいと。であとはここにこういったフックもついてまして、例えば空師さんとかラインマンみたいな方ですね、電線にかかっちゃった木を切ったり枝とかを切ったりする方、そういった方にもこれかなり使いやすいんじゃないでしょうか。カバーもですねかなりしっかりしたカバーがついてくるので、しかもですねこのギア周りまでしっかりこうカバーしてくれる、そういったものなので、こうぶら下げてこうはしご登ったりとかですね、高所作業用のなんかあるじゃないですか、ああいうのにこう乗り込んでここからこう取り出したりみたいな、そういう時にもこれかなり使えるんじゃないでしょうか。はい、本当に使い勝手がいいですね。このチェーンオイル入れるところも変な工具を使ったりとかじゃなくて、ただこうひねってあげればパカッと開くんで、簡単にチェーンオイル注油できるようになってます。でエンジン式のようにですね、いちいちガソリンスタンドまで行って燃料を買ってきて混合油作ってこう入れたりとか、もうそういった手間が一切ないです。バッテリーさえあればこうガチャッと装着すればすぐに使えるっていうのもめちゃくちゃいいですね。でここがなと思った点はですね、これと比べてなんですけど、こっちよりはちょっと負荷をかけた時に止まっちゃうっていうところがちょっとあったっていうところですね。このモーターが多分違うんですかね。このトップハンドル用に最適化されたモーターを使ってると思うので、こっちよりは負荷がかかるとちょっと弱いっていうところですかね。それにしてもこんなものも切れちゃうので、こうゆっくり切ってあげれば本当に頼もしいです。であとはちょっと重いかな、それもこれと比べての話です。今回ですねフォージバッテリーをこう使用したんですけど、4922g ですね。なのでずっとこう持ってずっと枝打ちしてると疲れてくるっていうことはちょっとあるかもしれないです。ただエンジン式のこれぐらいの刃渡りのものと比べるとはるかに軽いんじゃないでしょうか。でもそんなところですかね、今のところは。非常に使いやすいチェーンソーですね。いやー、なのでもし電動のチェーンソー、しかもかなりしっかりしたやつ、そういったものを探してる方でまだ持ってないよっていう方はかなりこのミルウォーキー製品のこのチェーンソー、これおすすめです。これもおすすめなんですけどね、ただこんなに大きくなくて、なおかつこの小型のものよりもうちょっと切りたいなみたいな、薪ストーブ用の薪を作る時の玉切りをかなりするとかですね、そういった方にもこれかなりおすすめですし、さっき言った空師さんとかですね、電線にかかった木の枝とかをこう払ったりする、そういった、職業で、そういった使い方するっていう方にはこれかなりおすすめです。今回これちょっとしか使ってないんですけど、これをですね、がっつり、使う作業がちょっとまだ残ってますので、それはそれで別の動画にしたいと思います。完成したら、この辺りに新しく動画出すんで、ぜひチェックしてみてください。ということで今回はミルウォーキーの M18356mm トップハンドルチェーンソーを使ってみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。